どうですか感触。いやすごいわ。おおすごい。なんかダイレクトだとやっぱもうここの構造がもうなんかどうもガヤファクトリートルとももです。今回はですね、全開レーシング様からはいお問い合わせをいただき、はいはいはい、モーション筐体に乗ってくれないかということで、今、全開レーシングさんに向かってます。なんか動く筐体だって言ってたっすけど、だいぶね自信作らしいので、まあ動く筐体っていうのはどちらかというとプロ向けの、そう完全にプロ向け、大体ほとんどのシムショップさんが置いてるんで、普通の方はそういうとこで体験するとは思うんですけど、自宅用とはちょっと違うけど、今のところ一番実車に近い体験ができるっていうのが、まあ、モーション筐体、でその中でもちょっとね前回さんのPV 見させてもらったんですけど、見てましたね。相当良さそうなんで、めっちゃ楽しみです。なるほど。で、ここが前回さんですか？そう、ついに来ました。ちょっと行ってみましょう。こんにちは、ガヤファクトリーです。はじめまして。はじめまして。これです。全開レーシングの林と言います。よろしくお願いします。お話はずっとね、打ち合わせがそうですね。聞いてて、はい。お会いするのは今回初めてなんですけど、よろしくお願いします。はい。僕もガヤファクトリーさんとお会いするの楽しみにしてました。ありがとうございます。よろしくお願いします。これが、これがうちが今作ってる4軸のモーションシミュレーターになります。ちなみに前回さんはどんなシミュレーターというか、前回レーシングの簡単なご紹介させていただくと、2015年からシミュレーターの開発を始めてるんですけれども、もともと僕の趣味の延長から始まってます。私自身別の会社やってたりするんですが、ちょっと会社が忙しくてなかなか走りに行けなかったりとか、そういうふうなのが続いてましたので、ちょっとヨーロッパのYouTube とかそういう検索してみると、シミュレーターが結構一般化してるっていう事情があったので、だったら僕らでもそのシミュレーター作れるんじゃないかなと。なるほど。で2015年に初めて海外にシミュレーターのデバイスを発注して、そこからこういう活動が始まったっていう経緯なんですよね。メインとしてはシミュレーターの開発と販売、それからモッドの開発、それとe スポーツのレースへの参戦、あとリアルレースもやってるんですけれども、そういうシミュレーターを中心としてリアルのレース、バーチャルのレースというところをメインに今やってる会社にはなります。なるほど。うちを知ったのはどんなところですか？ YouTube ですごい有名です。めちゃくちゃ動画見てましたから。そうですか。いやもう峠と首都高やばいっしょ。もう超アンダーグラウンドです。これマジで動画流していいのみたいな。まあそうなりますよね。現実ではもうできないみたいな。まあできないのかやってたのか知りませんけどね。まあシミュレーターでできるっていうところはすごく面白いところで、まあそんなところも含めて全開レーシングさんからお話をいただいて、まあうちのシミュレーターを触ってほしいという形ですね。そもそも僕もそこまで速くはなかったにしろ、車好きで峠走ったりとか結構してたんですよ。で首都高行ったりとか走ってたんですよ。やってたんですよ。どちらかというとベクトルは一緒だと思うんですけど。やっぱ最初はそういうところから車に入る人も、いや多分そっちの方が一般的じゃないですか。そうですね。峠を知らずにプロドライバー、ドリフトもレースも世界もいますけど、昔は絶対ストリートですもんね。でしょ。大概車いじり倒してぶつけまくっていうそういう世界だと思うんですよね。とあることがきっかけでフォーミュラに乗る機会があって、めちゃめちゃ軽くてエンジンの馬力もそんな出てないのに車高ベタベタでむちゃくちゃ速いって。これ何って。ちょっと僕今まで経験したことないことをちょっとそのフォーミュラに乗ることで体験をしてしまいましてですね。なるほど。じゃあそれをシミュレーターで再現していくっていうのも面白いんじゃないかなっていうのも結構事の発端だったりするんですよね。詳しい説明はちょっと後でするとして、ちょっと一回ガヤさん座ってみてください。トロさん乗らないですか？俺乗るの？どっちでもいいです。俺のどこですか？
やっぱどちらかっていうと、その箱車とかその普通車のチューニングカーというよりもちょっとフォーミュラーのポジションには仕上げてあります。すごい。ああ、なるほどね。やっぱそのペダル位置も高いですし、シートも寝てるし、もうね、ほぼフォーミュラ。お尻より高いんだ。フォーミュラってこうなんですか？そうですね。僕ね、実は FJ とかね、乗ったことあるんです。乗ったことある。乗ったことあるんですよ。でも本当俺ないな。乗ったことあるんだけどね、実際はもっとそのまま。実際はもっとペダル位置高いんですけど、これちょっと一般のお客さんが乗るデモマシンでもあるので、なるほど。ちょっと今普通っぽくはしてあります。もっと高いってことはじゃあお腹ぐらいにペダルがあるみたいな感じですね。お腹っていうよりも体寝てますね。ああ、ちょっとやってみていいですか？どうぞどうぞ。もちろんです。どうですか感触？いや、すごいわ。FJ でしたっけ？乗ったことあるの？そう。似てるというか、なんか思い出す感じはなんかあるね。このハンドルめっちゃブレてるんですけど。いや、すごいよ。キックバックどうこうっていうよりね、そもそもがね、バカ重い。結構モーションもガンガン動いてるんですけど、減速してる時とか、加速してる時、コーナー中、モーションあるナイトではもう運転の差。ロールピッチだけじゃなくて、その車の姿勢変化、あとその重力加速度、そういった情報が全部そのモーションの方に入力されて、そいつらを全部その合計した数値がこのモーションとしてアウトプットで動いてるので、動きはリアルと一緒ってことですか？まあ一緒っていうと語弊がありますけど、できるだけそのリアルに近づけるために、そのトレーニングでやってプラスになるようなその動作を目指してやってるって感じですね。なるほど。やっぱりこう体で反応する動きとか、操作とかっていうのも、やっぱりどうしてもドリフトでもあるので、やっぱシミュレーターって動いてないんで、やっぱりそのケツの流れ、ケツがこう右左右に触れたりとか、そういうところで判断してるところいっぱいあるんですよ。そうですね。だから単純にその e スポーツのレースをこの筐体で出た場合、通常だとそのどこでスピンするかっていうのの感度が分かりづらかったりするっていうのがあると思うんですけど、これだとそのスピンする瞬間がすごくねよく分かるので、簡単に入れるのが早いです。ということは動かない筐体よりも動いた筐体のが早いというか、ミスしないというか絶対早いと思います。今までってなんかモーション軸数が多いとかってね、いろんなその考え方のモーションシステムってあると思うんですけど、僕らはあくまでもその4軸、その車ってシャーシに対してサスペンションが4本ついてて、で路面からの入力をそのサスペンションを経由してシャーシに入力する、でやっぱこの 4本のサスペンションっていうのが非常に重要だと思ってて、であとその車の中心軸、要はその重心の中心地がどこにあるかってよく話すると思うんですけど、やっぱそれがすごく大事だなと思ってて、それをちゃんとその再現できる構造として今4軸って言ってますけど、厳密に言うと 4.1 軸なんです。0.1 っていうでここの下に1個なんかチューニング感を覗く感じでしたみたいな。下回り覗いてる感じ。そう、下回りみんなやりますからね。どこになるんですか？ここの真ん中奥の方に。なんかテンションロットみたいな。そうですね。そいつが車の中心軸を今司ってるんですけど、これが中心軸なんですね。そうなんです。キャンバー調整できますし、デフォルト位置の車高の調整できますし、じゃあ要はここはもうサスペンションでストラットっていうことなんですね。要はそのフォーミュラの車体と箱車の車体と動きが全然違うと思うんですけど、で乗ってらっしゃる車のその車種、あとフィーリングセッティング、そういったところのお話を僕らにいろいろとインプットしてもらえれば、こういう風な動き出した方がいいんだろうなっていうのがイメージできるので、それの味付けを僕らがこの車高であったりキャンバー角であったり中心軸であったり、そういうのをいじることで味付けを全部変えていくんです。じゃあオーダーがあれば、車の動き
というのは、その本人の車により近いものに研究できるということですね。でこの 4.1 軸の点1、ここに関しては前後調整できるんですよ。だから中心軸を後ろにやっていけばやっていくほど MR っぽい動きになっていきますし、なるほどなるほど。でフロントに持っていけば持っていくほど FR っぽい動きになっていきます。フロント軸かリア軸かみたいな形ですね。そうなんです。すごいな。あれなんかこれメンバーカラーみたいなのがついてますけどこれは何ですか？それこそ本当にメンバーカラーと同じような考え方なんですけど、車体の動きを減衰させる、機能を持たせてるんですね、こいつに。なんかプルプルしてますね。この減衰で味付けが全部変わるんです。確かにここの硬さでなんかちょっと揺れるこのブレというか、シリンダーに対して動くっていうのは見たことあるんですよね。ただそのシリンダーに対してこの3次元方向っていうんですか、このブレっていうのは僕初めて見たような気がします。これやると走りがガラッと変わるんですけど、どう変わるかっていうと、例えばそのフォーミュラーで高速コーナー走ってるじゃないですか。高速コーナー走ってる時ってコーナーに例えば右コーナーだと、左リアすごい沈んでギュッとトラクションかかってるんですけど、その左リアが沈んでいく感じとトラクション乗ってる感じがむちゃくちゃ体感できるんですよ。シミュレーターで大体ドライバープロドライバーさんに乗せるとやっぱそういう情報ないから難しいよねっていうのが第一のコメントなんですよ。だからそういう味付けもこれできるんですよ。めっちゃ面白いですね。だから結構ね僕らシミュレーター作ってるって、いう表現はしますけども、これシミュレーターじゃなくてね車のチューニングと一緒なんですよ。僕らと一緒ですね。本当に。シミュレーターでフォーミュラってうちまず乗ることないじゃん。モーション筐体もそうだし、コックピット合成、あとポジション、楽しい。これ家に欲しい今トールさんで58秒出てますね。フォーミュラの車体まず実車乗ったことないし、シミュレーターもほとんど僕乗ったことないんで、ちょっとタイムアタックみたいなのしてみますかね。ぜひやってみてください。わかりました。僕初めて買ったんですよ。めっちゃいいグローブ。壮行会とか軍手だったんでこんな感じですね。そう随分やっぱ上がりますね。煽り方がドリシャなんですねすごい。なんかダイレクトだとやっぱこんだけハンドルも重たいもんなんですね。そうですね。スリックタイヤですからね。スリックですか。僕はなくしてスリックはあるんですけど本物のスリックタイヤは使ったことないんですよ。坊主タイヤ。坊主タイヤ、そうですね左にこうかかりますね。やっぱ荷重がかかって。なるほど。これ実際そのレーサーの方がトレーニング使うときは、ここに6点ハーネスつけて、で実際使うハンスもつけて体をバチバチに固定してやります。固定させることでその G がかかった時の仮想 G の再現ができるので、ロールした時ピッチングした時、要はそのブレーキの減速、ブレーキ踏んだ時の減速 G、それからアクセル煽った時の加速 G、こういった時のその加減速なんかのその仮想 G っていうのは再現できます。ブレーキするとちゃんとお尻上がりますもんね。そうなんです。ぐわーっとちょっと前に感じが、なんか滑ってるのが分かる。これのことですね。じゃあ次の週からちょっとやってみますか。トルさん早えなやっぱやってた人はちげえな疲れますね。疲れますね。いやすごい。これ今さっきお話しした、ハンスと6点ハーネスつけてない状態でこれじゃないですか。あれでバチバチに体縛り上げてもう仮想 G の情報をインプットしてやると、もうほんとね汗だくになります、ね。いやもう僕は汗だくですねフォーミュラってカウンター当てたらもうスピンかと思ったら、意外にこうコントロールやっぱピシッとできるっすね。そうなんですよ。休憩で多分めっちゃ怒られるんですよね、ピットもらったらおめえあんな走りじゃんみたいなタイヤ使い物なんねえぞそうっすねこのモーションで
ちょっとドリフト乗ってみたいよね。確かにドリフトでどういうモーションの動きになるかすごい気になる。そうですね。実はドリフトで走らせたこと実はまだないんです。おじゃあそれはちょうどいいですね。僕たちがいるってことは。これ全開レーシングって書いてあるんですけど、これオリジナルのハンドルなんですか？そうなんですよ。これオリジナルのステムに作ったんですよ。シートもシートも全開レーシング。すごいなこれ。本当はフォーミュラ用の筐体なんですけど、無理を言ってディープコーンのステアリングに交換してもらって、シフトとかサイドはちょっと今はない状態ですけど、そうですよね、モーション動く筐体でドリフトってどうなのかっていうのをちょっと試してみます。結構動くね。どう？いやすごいですね。わかりやすい？そうですね。前に行く感じとかやばいスピンだ。あるないじゃもう全然でしょ。いや全然違やりやすいでしょ。これ。いやあった方が、やりやすいというか、より実写。そうより実写だし、楽しいっていうのもすごくある。中心軸が結構後ろの方にフォーミュラ用に設定してるから、MR2 でドリフトしてるような感じだと思うんですよこれ。だから結構ピーキーな動きになってるんですかね。そうなんです。すごい。だからこれ中心軸をもっと前の方に持っていけば、シルビアっぽい FR の動きになってくる。これドリフトポジションってそもそも全開さんってないんですもんね。今まだないですね。まだ本格的にちょっとドリフトの領域まで僕ら踏み込めてないので。でもそもそも開発はまだされてない。まだしてないですね。初めてね、これ、ガイさんにドリフトっていうね、スタイルで走ってもらったんですけど、すいません、ありがとうございます。なんか見てて、これはあくまでもフォーミュラと GT 前提で作ってはいたけども、なんかドリフトも意外といけそうだなっていうのは、なんか今肌感的に感じれたんですけど、一緒に作ってみません？うちですか？いや、それはドリフトといえばガヤさんでしょ。ありがとうございます。そうですね。例えばここのポジションがこうとか、例えば今さっき言ったようにシフターとかサイドブレーキとか、そうですね。乗り味をリアルに再現するためにはどういうふうにしていったらいいのかっていう、なんかそういう話をちょっと一緒にやりながら作ってみませんか？ぜひやってみますか。やってみましょう。いや、僕らもそういうチャレンジどんどんやっていきたいんで。いいですね。やっていきましょう。やっていきましょう。これ。こんな経緯でですね、ガヤファクトリーが、全開レーシングさんとオリジナルのドリフト筐体を作るという手になったんですが、約1ヶ月ぐらいですかね。全開レーシングさんの会社寄らせてもらって、ポジションだったり、羽田ですね。これベンツの羽田のショールームですよね。ベンツのショールームですね。はい、ベンツのショールームにシミュレーターが設置されていたので、そちらでテストとかですねやってと、最終調整が終わってご連絡もらって、今から全開レーシングさんでお披露目っていうことです。こんにちは。お疲れ様です。僕らもここ数日これかかりっきりでやってるんですけど、これやべえなみたいな感じです。これですね。全開レーシングさんとコラボのガヤモデルですね。もう最終調整でベースがもうこれで決まりみたいです。やっぱ一番大きい違いはこのペダルが吊り下げ式になってるっていうところかなと思うんですけど、これ全然あり。いや、ドリフトとストリートは絶対吊り下げです。これヒューシンクベルト、全開レーシングさんらしい。うちはこれ今代理店でねさせていただいてて販売させてもらってるんですけど、プロ仕様だったらアルティメットっていうのも選択肢があると思うんですけど、これあくまでもドリフトでしょ。だからドリフトだったら全然スプリントで十分だと思います。ペダルも結構下に下がった感じですか？そうですね。ポジション的にはペダルが下に下がって、椅子が若干上がった感じ。そうですね。市販車をチューニングカーに仕上げた時のポジションに近い感じ。高さもそうなんだけど、変えられるんですね。角度もね調整できるんで、もちろん、各車両ついてる位置って違うじゃん。だから自分好みの位置に調整しやすいと。ステアリングも見る限りかなり細かい調整ができそうな。できますよね。ここ角度もそうだし、奥行きも変えられるんで、ビクともしない。手がね、モニターも揺れない。これ異常。なんとこのベースモデル、モーション
これにつけれちゃうんですよ。おーそれをベースに考えてるんで、ベースフレームがこんなに頑丈っていう、びくともしないっていう。なるほど。シフターもサイドもこれめっちゃいいですよね。まあドリフターはね、とりあえずそのディープコーン、はい油圧をね、油圧サイド入れたりとかっていう方もいらっしゃるんで、そういう雰囲気を再現できるっていうので、ここのレバーもガヤさんにもちょっといろいろとね、そうですね、これ開発中にちょっと出て、先日動画を出させてもらった初コラボ商品っていう形ですね。シフターもこれ今回プロモデルっていうことで、しかもガヤさんと一緒のコラボシミュレーターというところですから、やっぱいいものを入れましょうと。おそらく今世界中で販売されてるいろんなシフターある中で、このプロシムが出してる実際クワイフってご存知ですか？駆動系のメーカーなんですけど、ドッグミッション作ったり、ネル作ったりしてるところなんですけど、そこのパーツが組み込まれてます。実写の部品と同じ部実写の部品が使われてるってことですか？実写の部品が使われてるこれ H パターンのシフターです。もうここの構造がもう中がもう実写ドッグのですね。うわすごいね。基本的にVR でやりたいとか、3画面でやりたいっていう対応も仕様変更は可能なんですよね。もちろんです、もちろんです。なるほど、これがベースっていうのはすごいですね、もうまさしくプロ用、それこそ、ドリフトやられてるプロの方、実写勢でこれからプロを目指してる方、プロ用のシムショップを作ろうとしてる方向けっていう感じですね。そうですね。これにこの前インプレッションさせてもらったモーションついたら、まあ紛れもなく実写っていうね。ちょっと実際に乗らないとやっぱポジションってわからない部分もあったりしますんで、ちょっと乗ってみましょうか。なかなかいい位置ですね。もうちょっとこうハンドルが高い方。はい。あんこ抜きますか？あんこシートローポジみんなにお尻痛くないのとか言われてるんですけど、全然痛くないんですよねポジションって大事ですよね。こういうポジションやってたポジションでできるっていうのはすごく大事だと思います。まあいつもの位置いいですね。シフトの位置もいいな。この簡単には入らない感がやっぱ実写も簡単には入らないんで、やっぱ吊り下げっすね、ペダルも。まあそうですね。やっぱこの煽りができるのはやっぱ吊り下げシミュレーションっていうのがすごくできますね。自分の手の回し方とか、ペダルもやっぱ本当それこそ実車と同じ吊り下げ式なんで、アクセルワーク、ブレーキ、クラッチ、やっぱり全てが実車のように操作できるっていうのが、サイドブレーキももうこんだけ硬いですし、シフトもやっぱなかなか入らないっていう方がやっぱ実車のような感覚なんですよ。ちなみにね、ここを緩めると、ここの硬さ変えられるらしいです。なるほど。硬くもできるし、慣れるまではもうちょっと柔らかい状態で練習するっていうこともできますよね。じゃあいいです。やっぱハンドルのシムキューブも、セルフステア、やっぱ速い感じで、実車のような速さが出てたり、いやもちろん乗ってみてどうでした？いやもう最高でした。よかったです。やっぱポジション変わると全然違いますね。ちょいちょい、前回レーシングさんと打ち合わせさせてもらって、かなりいいものできて、思った以上にもう本当にプロ向けっていう感じで。そうですね。もう作っていくたんびにもの良くなっていくと思います。そうですね。一つ一つのやっぱ製品を生かすポジション作りっていうのがすごく大事かなと。逆に合成があるからこのステアリングの位置がちゃんと出る。でサイドブレーキもヒップアップもビクともしない。このシフトもこれだけごちいシフト入れてもちゃんとビクともしないし、ちゃんとシフトがカチカチ入ると。ステアリングに関してはもともと乗り降りしやすいようにっていうので
ここにハンドルつけてチルト機能、あー角度を変えられるようにしてあったんですけど、今回このチルトがはいドリフトシミュレーターではむちゃくちゃ生きてきましたね。ああ、そうですよそうですね。ね。やっぱ市販車ってね、はいまっすぐじゃなくてちょはいっと角度ついてますそうですね、からちょっとついてますね。うんはショップさんとか、基本的にプロドライバーとかの方ですよね。そうですね、お値段もお値段だと思いますんで、はいで、構成がドライバーの好みでいろいろ調整できるってことで、僕らがベストだと思ってるものをこれチョイスしてますけど、お客様側でちょっとH パターンじゃなくてシーケンシャルにしてくれとか、そういうふうなご要望もあると思いますので、はいもうそういうのに関しては言っていただいたら個別で見積もりもカスタマイズしますので、はいプロドライバーからしたら楽ですよね。前回座に頼んだら、セットアップもパソコンも全て何もしないでも、自宅に届いてセットアップ、設置してくれるということなんで、い。はい。ね、そうですそうですということで設置しに行った場合も一人一人のポジションに調整してくれるってことですよね。そういうことです。そういうああ、こといいですね。ガヤファクトリーと全カレーシングのコラボモデルということで、はいそういうハンドル設定のデータなんかもご提供すると、はい、はいそうですね。いうところでやっていきたいと思います。わかりました。はいガイファクトリー、全開レーシング、コラボモデルですねの、シミュレーターですね、ご説明いたしました。ポジション、ステアリングのユニット、ペダル、サイド、シフター、っていうのが、全てドリフト向けの、シミュレーターになってます。そうですね。ドリフト向けプラス、箱車ですよね。よくほらロードスターとか86のワンメイクとか、そういった箱車メインっていう考えていてもらえればって感じですね。ポジション的に。なるほどなるほど。はい。でシミュレーターの詳細につきましては全開レーシングさんの、公式ホームページの方に記載してあるのと、全開レーシングさんに、もしご購入の、ことありましたら、お問い合わせですね、要お問い合わせ商品ということなんで、そうですね。金額だったり、セットアップ、あとはパソコンのセットアップもそうですけど、組み立てですね。筐体自体の組み立てで、これにモーションもつけれるんで、そうなったら個人の方での設置っていうのはかなり難しいということで、そうですね、はい、フルサポートしてくれるんで、購入前から全てどんどん全開レーシングさんに問い合わせていただいて、何度もやり取りをして購入に至るというか、いろいろ相談してまず相談してくださいということだったので、結構難しいと思うんですよね、この動画を見ても。はい、要お問い合わせということで、そうですね。はい、で最近ですね、シミュレーター関係本当にお問い合わせ超多いですよね。めちゃめちゃ多いんですよ、もう本当に。はい、一番多いのはどのぐらいのパソコンのスペック買ったらいいんですかとか、何を揃えればいいんですかとか、もうそういったことを含めて、ゲーム周辺機器っていう再生リストで過去作ってます、はい、今までたくさん作って、それ見たら、ほぼ分かります。日本で買える商品はレビューしたりとか説明動画作ってるので、そちらを見てください。あとはですね、リアルなストリート動画を、再現したですねシミュレーター動画、はい、たくさんアップロードしてますので、そちらも気になった方は、ぜひご視聴してください。はい、ぜひよろしくお願いします。ガイアファクトリーでした。